こんにちは、加藤です。今日はですね、独学注意シリーズ第3弾という感じで、初心者の方、特にご自宅で一人で勉強しているデッサンを学ぼうと独学でやっている方に、こういった点注意した方がいいですよという内容でお話していきたいと思います。まずテーマはですね、画面を撫で始めたら注意。というテーマで今日はね、お話ししていこうと思うんですけれども、はい。まず初心者にありがちなというよりも、自分一人で勉強されている方で多い一例です。特に学校とかでうまいと言われていたり、自分でもそれなりの自負があるという方に多い症状です。まず、どんなものでもいいんですけれども、例えば手だったり、リンゴだったり、カップだったり、そういった基礎的なもの、書こうとしたときに、どう言ったらいいんでしょう。形をしっかり取ってから影をつけ始める。で、その影をつけ始めたら、影をつけるっていうことが目的になってきて、例えば、じゃあ手にしましょうか。手があって、手の形を決めたら、そこに陰影をつけて立体表現をしていくわけですけれども、この時に、綺麗なグラデーションにすることが目的になって、いつの間にかですね、綺麗なグラデーションを作ることが目的になっていたりして、美しく仕上げるというか、滑らかなグラデーションで仕上げることに腐心してしまう。本来、デッサンしましょうっていう時に、手の立体感だったり構造だったり動きだったり表情だったり、そういったものを追求しようと、この手っていう課題、テーマでは、デッサンしようと思うわけなんですが、その際に形を決めた後、どうしても陰影をきれいに描くっていうか塗るっていうことに腐心してしまうということがよくあります。これって私は、失敗が、どう言ったらいいかな。汚くなっちゃうのが怖いとか、あとは、せっかく綺麗な形に描けたのに、それが壊れるのが怖いとか、そういった壊すことが怖くなって、画面を撫で始める。綺麗にぼかし始めるというか、調子の滑らかさに、気持ちの方がいってしまう。私は壊れる怖さっていうのが一番の原因かなと思っています。逆を言うとっていうか、形を追求していく上で、絵を追求していく上で、手の、表情を追求していく上で、最初に決めた形って結構書き途中で、もっと指が長かったとか、太かったとか、直す時って、変だなって思う時って出てくると思うんですよね。その時に最初に引いた線を大事にするあまり、もしくはそれを書き直すのが嫌、もしくは怖いあまり、決めた線、輪郭線ですね、主に。それを何度もなぞってしまう。そして調子をつける、陰影をつけて立体表現するわけですけど、綺麗なグラデーション、滑らかなグラデーションが目的になって、奥行き感とかがなかなか出てこない、平面的な手になってしまう。すべて共通して言えるのは、せっかく描いた絵を直す、壊すのが怖いとか、汚くなったらどうしようっていう、その恐怖感から、失敗したらっていうその怖さから来ているような気がしています。というわけで、私はこの絵を描く上で一番気をつけなきゃいけないっていうのは、その恐怖感っていうか、間違ったらどうしよう、失敗したらどうしよう、どう見られたら怖いなっていうような、自分がうまくできていないと困ってしまうっていう、そういったところをまず捨て去るところが一番重要かなと思っています。はい。というわけで今日の、テーマは画面を
鉛筆とかガーゼとか擦筆でもいいんですけれども、撫で始めたら注意しましょう。それは保身に走り始めた証拠かもしれません。上手にまとめたいとか失敗したくないっていう気持ちが絵に現れますというお話でした。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。